資金管理さえ良ければどんな手法でも勝てる。ウォール街にはこんな有名な言葉があるそうです。資金管理が大事。皆さんも一度は耳にしたことがあると思いますが、この言葉は本当に正しいのでしょうか？もし真実なら、資金管理をしているにもかかわらず利益が出せない人は何が問題なのでしょうか？マーケットの魔術シリーズの著者、ジャック・シュワッガー氏は、世界トップクラスのトレーダーに直接会い、彼らの頭の中を徹底的に取材してきた人物です。そのシュワッガー氏は冒頭のこの言葉を真っ向から否定します。あるものが欠けているトレーダーは、どれだけ経験を積んでも必ずどこかで市場に飲み込まれると。マイケル・マーカス、ポール・チューター・ジョーンズ、ジェイソン・シャピロ、スタンレー・ドラッケン・ミラー、数々のレジェンドトレーダーの背中を追い、彼らの言葉を一番近くで聞いてきたシュワッガー氏はこう言います。伝説のトレーダーたちが比類ないパフォーマンスで勝ち続けられた背景には5つの共通点があると。今回は2026年にブレイクスルーを果たしたい方に向けて、数々のレジェンドトレーダーを取材してきたシュワッガー氏のインタビューをレジェンドたちからのアドバイスとして紹介します。レジェンドたちも最初からレジェンドだったわけではありません。マイケル・マーカスが若い頃に何度も資金を溶かし、そこから大躍進を遂げたように、もがき続けた状況からトップオブトップまで這い上がった彼らのアドバイスは、地に足のついた内容です。今年勝てるようになったという方、あと一歩のところで届かなかったという方、気づけば1年が過ぎていたという方、どんな1年だったとしても2026年を変えるヒントが見つかるはずです。それでは伝説のトレーダーたちの真の共通点を見ていきましょう。最初の特徴は手法に関するものなのですが、多くのトレーダーが陥るよくある問題についてシュワッガー氏はこう語ります。多くの人は誰かが勝てる手法を授けてくれることを期待する。料理本のレシピのようにステップ1、2と言われた通りにできる方法を求める。誰かの分析や手法をそのまま真似ては失敗する。シュワッガー氏はこのやり方ではうまくいかないと断言します。彼が数多くのレジェンドと対話してきて見えてきた結論は、とてもシンプルで、そして多くの人が見落としているものでした。レジェンドと呼ばれるトレーダーたちは、皆それぞれ自分に合った手法を確立していたのです。シュワッガー氏の言う自分にとって機能するやり方を見つけなければいけないというのは、考えてみれば当然のことかもしれません。人は皆それぞれ異なった気質や性格、適性を持っています。勇敢な人、臆病な人、我慢強い人、忍耐力のない人、せっかちな人、のんびりな人。例えば、マーケットの魔術シリーズに登場するジェイソン・シャピロ氏。彼は子供の頃から周りがこう思っているなら自分は逆を見ようと考える癖があったそうです。ニュースで市場が盛り上がれば盛り上がるほど彼はこれが限界だと判断し逆張りを仕掛ける。人と同じ方向には絶対に行かないという性格そのものが彼の手法そのものになっていました。忍耐力のない人がポジションを数週間保有するスイングトレードをやっても途中で崩れる。逆張りが怖い人が逆張りの手法を真似しても恐怖が邪魔をする。じっと座ってチャートを眺めるのが苦手な人が超短期のスキャルピングを真似しても不安に耐えられない。自分の性格や思考を無視して他人の勝ち方を真似ようとしてもうまくいかないし、何より長期的に続かない。だからどこかでガタが来る。どれだけ優れた手法でも自分の性格に合っていなければルールを守れず、継続できず、結果は崩壊する。伝説のトレーダーたちは生まれつき才能があったわけではありません。彼らも最初は試行錯誤を繰り返し、自分にとって自然に続けられるスタイルを探し求めた。そしてそのスタイルこそが後の大成功の土台となったのです。ではその自分に合った手法ってどうやって探せばいいのというところですが、これはもう試行錯誤する中で見つけていくしかありません。その際重要なのが自分が直感で感じる、これは面白いとかもっと掘ってみたい。よくわからないけどなんかこれすごそうだというフィーリングの部分。こういうワクワク感とか興奮を感じることっていうのは人間が本能レベルで向かいたい先を示すもんだと思います。そう感じるものっていうのは体が勝手に動いてなんでこうなるんだろう、こういう場合はどうなる。机に向かってよし今日はこれを勉強しよう。この手法を検証しようっていう感じじゃないんですね。それはやはり試行錯誤の過程で出会えるもの。そうして出会ったものはとことん突き詰めていく。そのプロセスを通じて自分なりの相場の見方っていうのが培われて、手法の優位性が生まれてくるもんだと思います。逆に何か違和感を感じる。なんでこれをやらないといけないんだろうっていうものは続かないんですね。だからパフォーマンスも出にくいし、結果につながりにくい。ジェイソン・シャピロ氏のエピソードは面白いですよね。普段の生活や性格から天の弱。きっと反骨精神もバリバリの人なんだと思います。そういった本人の気質みたいなものまでが取引の方法にまで現れたものなんだと思います。最強の手法を探すのではなく、自分に合った手法を作り上げること。これがレジェンドに共通する第一の特徴です。テクニカルだけで勝てる。ファンダメンタルズを見ないで勝てるわけがない。
損切りを素早くすれば勝てる。メンタルが強くなければ勝てない。こうした何々をすれば勝てる、何々しないと勝てないといった表現というのは世の中に溢れ返っていますけれども、シュワッガー氏はトレードで利益を出し続けるために人々が誤解している概念があると言います。資金管理さえ良ければどんな手法でも勝てる。ウォール街にはこういう言葉があるそうですが、シュワッガー氏はこれは投資についての最も馬鹿げた発言だと真っ向から否定。その理由としてカジノのルーレットを例えに挙げています。例えば皆さんがカジノに行ってルーレットをやったとしましょう。皆さんの周りにはたくさんの数学者がいて、一番いいかけ方は何かを尋ねます。数学者たちは口を揃えてこう言います。赤か黒どちらにかけて負けたらすぐに去りなさい。なぜならオッズは皆さんの不利なようにできているからと。長くプレーを続ければ続けるほど資金は減っていく。負けることが保証されていると。どういうことでしょうか。ルーレットにはエッジがないからです。エッジ。日本語では優位性と言われたりすることもありますが、エッジとは何かについてシュワッガー氏がルーレットの例えを出していましたが、これはエッジとは何かを理解するために非常にいい例ですので掘り下げていきたいと思います。ルーレットというのはおそらくカジノで最も有名なゲームと言ってもいいと思いますけれども、このように赤と黒のマスが描かれた円盤に玉を投げ入れて、玉が赤のマスに落ちるのか黒のマスに落ちるのかを当てるゲームです。赤と黒のマスの数は18ずつで等しく、赤が出る確率、黒が出る確率は同じなのですが、実際にはそこに0と00が加わります。そして0と00に玉が落ちたときはディーラー、つまりカジノ側の勝ちとなります。ですので赤が出る確率、黒が出る確率はともに38分の18で 47.4% ですが、赤黒どっちにかけても勝率は 50% に満たないのです。では勝ったときどうなるのか。赤に100ドルをかけて実際に赤が出ると100ドルが返ってきます。黒の場合も同じです。つまり負けたら100ドル失うけど勝ったら100ドルもらえるゲームなんです。ただ勝率は 50% を切っているので、これを延々と続ければ長期的には必ず資金は減ります。試しに勝率が 50% を下回る状態でルーレットを5回行ったと仮定しましょう。このようになったとします。最初の2回は勝ちで、あとは負け。5回やって2回勝っていますので、勝率は 40% です。トータルの収益を見るとマイナス100ドル、負け越しです。この調子で10回、100回、1000回とやっても結果は同じです。この0と00の数字のことをハウスエッジと言い、これがカジノが儲かる仕組みになっています。要は長期でこのゲームを繰り返したときにカジノ側がプラスになるようにプレイヤー側の期待値が調整されているんです。ではトレードはというと、トレードは勝った時の金額を負けた時の損失より大きくできますよね。例えば負けた時は100ドルきっかりで損切りして損失を確定しますが、狙った方向に伸びた時は利益を200ドル、300ドル、400ドルと伸ばすことができます。だから勝率が 50% に満たなくてもトータルで利益が出る。こういう仕組みです。先ほどのルーレットの例の横に例を追加してみたいと思いますが、負けた時は100ドルできっかり損失を確定し、勝っている時は300ドルまで利益を伸ばして利益確定したとしましょう。そうすると結果はこうなります。勝った分の金額はというと、2回勝っていますので合計で600ドル。負けは3回ですので300ドルの損失です。トータルの利益を見るとプラス300ドルとなっています。5回トレードして2回勝ち、つまり同じ勝率 40% なのに、ルーレットは終始マイナス、トレードはプラスになっています。このあたりの話というのは、こちらの動画でさらに詳しく話していますので、ちょっとまだピンとこないという方は、この動画も合わせて確認してみてください。トレードで利益を出す仕組みがわかると思います。つまり、ルーレットというのは、負けても勝っても100ドルしかもらえないことに加えて、勝率が 50% 未満なので、期待値がマイナスです。期待値がマイナスのゲームというのは、一時的に勝ち越すことはあっても、長期で繰り返していくと負けの金額の方が多くなるので、必ず資金は減っていきます。つまりルーレットというのは、プレイヤー側にエッジがないわけです。そしてシュワッガー氏はこう語っています。エッジのないトレーダーはルーレットを永遠に回し続けているのと同じだ。これはエントリーポイントがどうこうとか、資金管理やメンタル以前の根本問題です。どれだけエントリーチャンスが多い手法を使おうが、どれだけ勝率が高かろうが、どれだけ上手に損切りしようと、どれだけルールを守ろうと、期待値がマイナス、つまり負ける仕組みの中で戦っていれば、長期で繰り返した時に必ず資金は減っていきます。一方で先ほど見たトレードの例を見ると、勝った時の金額が負けた時の金額より大きいですよね。だから勝率が 50% を切ったとしても、トータルでプラスにすることができる。なので、長期で繰り返した時に勝った時の金額が負けた時の金額よりトータルで大きくなる仕組みを作らないといけません。例えばトレンドが発生している時だけ入る。
特定の時間帯だけトレードするようにする。自分の得意パターンだけに絞る。負けパターンを完全に封じるなど、こういうことをすると当然負けというのは発生するんですけれども、勝った時に勝ちの金額を負けの金額より大きくすることができるという要素。こうした小さな優位性を積み重ねていくと、勝率50%未満になっても損失は小さく大きな利益を生みやすい構造になります。で、こういった要素を見つけていく。例えばですけれども、トレンドが発生している時に何日の移動平均線より価格が上にあると利益は伸ばしやすい。こういうことを見つけていくには、過去相場の検証という作業も必要ですし、その結果を実際にリアルタイムの相場でも確認してみるフォワードテストという作業も必要になります。で、資金管理というのはエッジの一部にはもちろんなりますが、資金管理だけやっていても利益が出せないのは先ほどのルーレットの例の通りです。成功しているトレーダーたちというのは、このエッジを理解し、それに忠実に行動し、研ぎ続けている人たちです。先ほども紹介した生粋の逆張り師、ジェイソン・シャピロ氏は、すべての上昇局面で売りを仕掛けているわけではありません。大口投資家のポジションの偏りや市場のセンチメント、テクニカルを総動員して逆張りを仕掛けるタイミングを決めています。こうしたトレーダーたちをシュワッガー氏が取材して分かったのは、エッジは最初から持っているものではないということ。彼ら自身も試行錯誤しながら積み上げていったものなんです。自分の得意な時間帯、得意なチャートパターン、負けにくい相場状況、相性の良いルール、無理なく続けられるスタイル。こうした要素を一つずつ洗い出し、これは勝ちやすい、これは負けやすいと整理していく。その積み重ねがやがて再現性のある勝ち方の型を作ります。反対にエッジがないままトレードをするのは、いわば勝率47%、リスクリワード1対1のルーレットをやっているのと同じです。だから勝ったり負けたりしながらも、最終的には資金が右肩下がりになっていく。これまで自分がやっていたトレードはルーレットトレードだったのかもしれない。そう思う方は2026年はエッジを築く1年間にする。これをテーマにしてみるといいのではと思います。エッジについてはこちらの動画でも詳しく話をしていますので、この動画の後に合わせて視聴していただくとよりイメージがつかめると思います。伝説のトレーダーたちに共通する3つ目の特徴、それは失敗から立ち上がる力です。偉大なトレーダーと聞くと、早い段階から成功したというイメージを持ちがちですが、シュワッガー氏はこう語ります。マーケットの魔術シリーズに登場するトレーダーたちを見ると、早期に成功するものよりも、キャリアの初期に失敗するトレーダーの方が大多数である。つまり、最初の数年でうまくいかなかったとしても、それがそのまま失敗につながるとは限らないと。レジェンドと呼ばれるトレーダーたちも最初からレジェンドだったわけではない。それどころか多くの人と同様に多くの失敗をキャリアの初期に経験しています。マイケル・マーカスは口座を何度も吹き飛ばし、それでも諦めずに継続したことで、最終的には20年間で3万ドルを8000万ドルにまで増やしたと言われています。ジェイソン・シャピロ氏はトレードは簡単だと考えていた一方で、資金は減り、口座を飛ばし、もがき苦しみながらも徹底した逆張り基礎という境地にたどり着き、現在では顧客の資金を運用するまでになっています。資金を溶かす、同じ間違いを何度も繰り返す。こうしたミスは誰もが経験することですが、そこから抜け出して活躍する人とそうでない人の違いは何なのか、シュワッガー氏はこう言います。優れたトレーダーになる要素として必要なのは自分に自信を持つこと、そして失敗に対する耐性があること。たとえ失敗したとしてもそこから学ぶ姿勢があること。何が間違っているのかを突き止めて、やり方を変えてみてうまくいくかを試す。これらに粘り強く取り組むこと。打ちのめされても起き上がる七転び八起きの姿勢。このような忍耐強さが成功するトレーダーたちに共通する要素だと言います。シュワッガー氏が取材したレジェンドたちは失敗を終わりとは考えていませんでした。むしろ失敗を学びへの材料として扱っていたのです。負けたからダメなのではなく、負けた理由を分析し、そこから一つ学びを手に入れる。そしてその学びを次のトレードに反映する。このサイクルを誰よりも徹底して行うというのは、レジェンドと呼ばれる多くのトレーダーも同じです。彼らに共通しているのは、失敗を恥やダメなことと思うのではなく、改善のためのデータとして捉えるということ。うまくいかないとき、結果がなかなか出ないときに、今日もまた負けた、自分は下手だ、向いてないのかもしれない。人間なのでうまくいかない時に落ち込むのは自然なことだと思いますが、そこから一歩踏み込んで、なぜ負けたのか、同じことをやらないためにどうすればいいのかに向き合えるかどうか、焦ってエントリーしたのが原因なのか、相場状況を見誤ったことが原因なのか、ルールから逸脱したのが悪いのか、それとも単なる不可抗力なのか、このように負けの原因を分析して、改善策がある負けについては修正をしていく。
この失敗から立ち上がる力は単なるメンタルの強さという次元の話ではなく、負けを改善のためのデータとして扱う冷静さ、それがレジェンドたちに共通していたことなんじゃないかなと思います。ではトレードで失敗から学ぶためには何が必要か。それはしっかりとトレードの記録をつけていくこと。どんな根拠でトレードをして、勝った時負けた時でその要因を分析していく。こういう時はうまくいきやすい。逆にこういう場合は何をやってもダメだ。そういった勝った時や負けた時で共通の要因があれば、それが次の改善へのヒントになります。そのように試行錯誤を繰り返していくことが少しずつブレイクスルーへの角度を高めていきます。このように自分で手を動かして気づいたこと、発見したことっていうのは他の誰から言われたことよりも頭に残るし、何より自信につながるんですね。僕のこのチャンネルも含めていろいろな人がいろいろなことを言うと思うんですけれども、トレンドフォローしろとか、短期の逆張りこそが美味しいとか、レンジには手を出すなとか、でもそうやって人から言われたことって自分の経験と結びついているわけではないので、ただ言われた通りやっても操り人形が糸で引っ張られているようなもんなんですよね。どことなくぎこちない。失敗から学ぶっていうのはそういうことを言ってるんだと思います。で、僕の動画をよくご覧になっている方は、またその話って思うかもしれませんけども、この自分のトレードの記録に皆さんの全てが現れてるんですね。よくやるミス、どういう癖があるのか、うまくいった事例、ここはブレイクスルーの種が詰まった宝庫なんです。失敗から学ぶことの第一歩はトレード記録をつけること。僕が公開しているトレードノートのテンプレートも概要欄に置いておきます。2026年はこれからスタートしてみてください。4つ目の特徴は忍耐です。シュワッガー氏はレジェンドたちに備わっている2つの忍耐を挙げています。1つが最高のボールが来るのを待つこと。マーケットは毎日、毎週、毎月チャンスをくれるわけではありません。つまり自分にとってチャンスでもない相場で無理やりトレードをしようとして、それが損失を招く。毎回バッターボックスに立つたびに全てのボールを打とうとするのではなく、自分のストライクゾーンど真ん中にボールが来るまで待つという選択ができるか。その規律こそが負けトレーダーと勝ちトレーダーを分かつものだと言います。二つ目の忍耐は、勝っているポジションを早く手放さない忍耐です。しっかりと伸ばすべきところまで利益を伸ばすこと。これは二つ目の特徴でお伝えしたルーレットとトレードの比較の話に関係してきますが、勝った時の金額を負けた時の金額より大きくするからこそ、たとえ勝率が 50% に満たなかったとしても、トータルで利益が出るんでしたよね。利益確定をすると確かに自分の口座の残高が増えるので、儲かった気分にはなりますが、それと長期で資金を増やすことは別問題。利益というのは何もトレンドの最後の最後まで伸ばす必要はありません。リスクリワード2のポイントに達したら切る。何日移動平均線を下回ったら切る。目立つ高値に到達したら切る。要はこの構造が成り立つように利益確定の目標を定めてそこまでできるだけ伸ばすこと。長期でこの構造を作っていけるかどうかという視点を合わせ持つことが必要です。バッターボックスに立ったら最高のボールが来るのを待つ忍耐。そして勝っているポジションは適切な水準まで伸ばす忍耐。この2つはトレーダーを勝利へ前進させる車の両輪です。レジェンドトレーダーに共通する5つ目の特徴、それは勝つ前に生き残るという発想です。多くのトレーダーは利益ばかりを追いかけます。今度こそ大勝ちしたい。これまで負けた分を一気に取り返したい。しかしレジェンドたちの思考は全く逆でした。彼らは勝つことより先に大きく負けないことに徹底してこだわっていたのです。シュワッガー氏は数々の取材を通じてその姿勢を何度も目撃しています。実際に魔術師の一人であるポール・チューター・ジョーンズ氏はこう語ります。Where you want to be is always in control, never wishing, always trading, and always, first and foremost, protecting your ass. And that's why most people lose money as individual investors or as traders because of the fact they're not focusing on losing money. They need to focus on the money that they have at risk. How much capital is at risk in any single investment they have? If everyone spent 90% of their time on that, rather than 90% of their time on pie in the sky ideas about how much money they're going to make, then they'd be incredibly successful investors. 儲けることを考えるな。自分が持っているものを守ることに注力しろ。ポール・チューター・ジョーンズ氏は厳格なリスク管理をはじめ、守りに重点を置いている哲学を持っている方で、それがこの発言にも表れていますが、実は彼もキャリアの初期、1979年のコットンの先物取引で、資金の 60% から 70% を失う大損失を出しています。彼は当時を振り返ってこう言います。
あの時はこの400枚のポジションが89セントまで上昇したら一体いくら儲けられるだろうかばかりを考えていた。そうならなかった時にどれだけ負けるのかについては思いもよらなかったと。結果、マーケットは彼の思惑とは真逆に動き、1トレードで資金の60%から70%を失う大損失を被ります。このトレードの後、ジョーンズ氏は打ちのめされ、ほぼ諦めかけたそうです。ですが、リスク管理を徹底して行うという決意とともに、再びマーケットに戻ります。そしてその後、5年連続で3桁リターンを達成するという偉業を成し遂げたのです。ポジションを取ることや利益に関しては忍耐が求められる一方で、負けているポジションに対していつか戻ってくるかもしれないからもう少し辛抱してみよう。そんな忍耐は不要です。損失は素早く手じまう。小さく抑えることが大きく勝つための大前提なんです。なぜでしょうか？損失は非対称だからです。どういうことかをこちらの例で説明していきたいと思います。300万円の資金を運用している人がいろいろとやらかしてしまって資金を150万円に減らしてしまったとします。元手が 50% 減少、半減です。じゃあ元の300万円に戻すには 50% 増やせばいいのか？そうではないですよね。150万円から300万円に戻すには 100% のリターンが必要なんです。つまり、もともとあった300万円よりはるかに少ない150万円の元手を使って、さらに資金を2倍にするという難易度の高いゲームに挑む必要があるんです。なので、大きな損失を被るというのは、資金を大きく失うだけではなくて、元の資金に戻すためにさらに難易度の高いゲームに挑まなくてはいけなくなるダブルパンチなんです。よくゲームとかでハードモードってありますよね。コンピューター側のスピードとか技の威力が上がってめちゃくちゃ強くなるというやつですけれども、資金を大きく失うとトレードがノーマルモードからハードモードになっちゃうんですね。レジェンドたちはこの非対称性を経験を通じて深く理解していました。だからこそ損失は最小限で素早く手じまい、大きく負けないことで次のチャンスを残し続けたのです。そしてその一方で、ここぞというところではリスクを取って果敢に勝負する。例えば30年以上にわたって平均年間リターン 30% を記録したドラッケンミラー氏のヘッジファンドは毎年 30% をコンスタントに出していたわけではありません。シュワッガー氏は同じインタビューの中で大きなリスクを取ることに自信があり、その結果 30% をはるかに超える年間リターンを記録した年もあると言っています。このエピソードからわかるのは、相場がチャンスを与えてくれるまでは徹底的に待ち、自信のある相場では積極的にリスクを取る大胆さです。ただシュワッガー氏はこう警鐘を鳴らします。こうした話を聞くと自分も大きなリスクを取ってみたい、大きなポジションを構築したいと思うかもしれないが、誰もができるわけではない。スキー場で他のスキーヤーが60度の傾斜を滑らかに滑り降りるのを見て、アマチュアのスキーヤーが自分でもできるかもしれないと真似しようとするのと同じだ。そんなことをすれば命を落とす。深い専門知識と確かな技術があるからできることであって、すべての人がやってみるべきものではなく、それをやるだけの一定レベルのスキルと自信が必要であると。こうした勇猛果敢な攻めができるのもディフェンスがしっかりしているからこそ。そしてその裏には経験で培われたスキルと自信があってこそ。これらが彼らを長期的な比類なき成功へと導いたのです。大きな負けを排除して獲物を狙うライオンのように未来のチャンスを虎視眈々と待つ。2026年ブレイクスルーを果たしたいという方は、勝ち方より先に負け方を変えてみると大きな変化が現れるかもしれません。